BLT サンドイッチの BLT はベーコン、レタス、トマトの意味。日本で広まったのは2011年以降からですが、アメリカやイギリスでは古くから国民的な食べ物でした。今日はフランスパンを使い、BLT サンドに欠かせないマヨネーズはオランデーズソースを手作りで加えてみました。はい、今日は BLT サンドを作っていきたいと思います。トマトを湯むきしますので、包丁目を入れて熱湯に蒸らせます。オランデーズソースを使いたいと思いますので、自家製で作りますバターを湯煎します。はい、いいでしょう。レタスは日本のレタスのようなのとサニーレタスのようなのがあるので、パラグアイでよく売られてるこっちのを使いますね。今日バターが溶けるのを待つ間にレモンを少し絞ります。じゃあオランデーズソースを先に作りましょう。まず卵を今朝産みたての新鮮卵です。すごく丈夫な卵です。はい。じゃあ黄身だけ入れます。レモン汁入れます。塩、胡椒で混ぜます。バターがよく溶けたのを確認してからこれを取り出して、こちらを湯煎にしますけど火は止めますね。そしてこのバターを少しずつ入れながらマヨネーズを作る時と同じように、いきなりドバッと入れないですね。乳化させます。BLT サンドにはマヨネーズが欠かせないのですが、ただの市販マヨネーズじゃ面白くないと油をバターで作ってみたらと調べたところ、それはフランス料理の5大ソースの一つオランデーズソースという名称がついていることが分かりました。これは美味しいんじゃないかと作ってみたら BLT サンドにバッチリ、家族にとても喜ばれました。温度が冷めてきたと思ったら少し火をつけて、ですぐ火を止めます。ここまで来たらもう大丈夫ですね。入れるスピード速めていきます。
私が最初に BLT という名前を知ったのは1986年にアメリカから英語教師として日本に来た先生からです。アメリカのマクドナルドには日本にないマック BLT というのがあってとても美味しいんだと聞かされ、これはぜひ食べたいとその夢が実現したのが1988年、アメリカへ渡りバークリーの英語学校へ通っている時にお昼はだいたいマック BLT でした。日本のビッグマックよりボリュームがあり、一つ食べるだけでお腹がパンパンになりました。はい、バターで作ったマヨネーズオランデーズソースの完成です。これ今日はベーコン3キロぐらいありますね。これを切っていきます。重たいです。まずこの皮は外しちゃいますね。ひっぺがします。皮も食べれないことはないですが、これはアスカ犬のおやつになります。はい、先日高田石島さんの YouTube チャンネルで BLT サンドを紹介しているのを見て懐かしくなり、これはぜひ昭和レシピチャンネルで取り上げなきゃと早速手作り1月までの動画を作成中でしたが、急遽この12月に組み入れたというわけです。コウタさんのその動画は概要欄にリンク先を書いておきますので、皆さんぜひご覧ください。英語と日本語のバイリンガルでお話しされています。ベーコンもお湯をくぐらせておきます。少しだけ焼きます。焼き加減は好みで、カリカリに焼いてもいいし、さっと両面を炙るだけでもいいです。はい、これぐらいにしておきます。火止めます。ではフランスパンを切ります。ベーコンの長さに切ります。3分の1。でこれを半分に挟めるように切ります。トマトも切ります。で、レタスを挟んで。トマト入れます。ですね、こっちから。
スソースをかけます。お好みでからしを入れたりしてもいいですね。マスタードで、お好みでマスタードをかけたり、ケチャップ、はい、BLT サンドの完成です。